QR コードの一覧を表示するページを作っていきます。ここか。app_index.jsx に作っていきますと。またチュートリアルをコピーしていただいて、貼り付けて、なんか足りないなと思いましたね。よっ。いい感じかな。で、QR コードのページを、うまくいきましたね。開くと、まだ QR コードのデータって何もないので、Create QR コードの、ページが開くだけですね。次に、簡単にここも説明しましょうか。ページを開く前のローダーに関しては先ほどとほぼ一緒ですね。このプロジェクトっていうのは認証されているのかどうかと、すべての QR コードを取ってきて、それを返すと。で、この返ってきた QR コードっていうのは、この Use Loader Data で、ローダーのリターンのデータをここで受け取ることができて、QR コードのデータをループで表示しているというような仕組みになっているわけですね。はい。それでは、その次に行きましょうか。QR コードの ID はできているので、これスキャンですね。QR コードを読み込んだときにカウントアップをしないといけないので、そのカウントアップのコードを作っていきたいと思います。で、ポイントはですね、このチュートリアルでは、アップの中では、まずここの階層が最初に読み込まれるわけなんですけど、要するに、必ず認証を通してページが開くっていう処理を行っているんですね。で、ストア管理画面の中だから認証しないといけないんですけど、その外ですね、例えばこのページとかは認証せずに誰にでも表示をしたい公開ページなわけなんです。なので、このアップの配下ではなくて、公開の URL、QR コードとしてパスを作らないといけないですと。QR コード $ID.scan か。こうすることで、認証しなくてもページを開くことができるようになったわけです。で、このファイルにはローダーしかないので、具体的に表示するものがないんですね。つまり QR コードを読み取ったら、ページを表示せずにバックエンド側でスキャンを、カウントアップ、スキャンのカウントを1個アップさせて、で、そのままリダイレクトさせて、商品詳細ページもしくは商品購入ページに遷移するっていう動きができるわけです。これで一旦完成なわけですが、実はいくつかバグがあるんですね。ちょっと一旦リダイレクトしてですね、QR コードクリエイトにして、戻って、うまく動いてるか。まあいいや。テストで実際に作成してみましょう。商品を選んで保存をさせますと。で、そうすると本来 QR コードが出てこないといけないんですが、こうか。QR コードで保存ボタンを押すとこのアクションが発
化して QR コード生成されて、生成された QR コードの編集ページに移動するっていう動きになるんですね。にもかかわらずですね、認証エラーでストアのドメインを入力してくださいっていう画面に遷移してしまっています。これは